はい、どうもこんにちは。オーストラリア情報チャンネルのマーサです。さあ、今日はですね、オーストラリア最新のニュースではなくてですね、オーストラリアの永住権と市民権、こちらのね、違いと、それぞれのね、メリット、デメリットなんかをね、比較して、解説していきたいなと思っております。それでは行ってみましょう。オーストラリア情報チャンネル。はい、ということでですね、個人的なね、まず話をしますと、私はですね、今ですね、オーストラリアにですね、19年、住んでいるわけなんですけども、一応永住権保持者です。市民権は持っておりません。なので、日本国籍のまま、オーストラリアに永住資格を持っているという形になります。そんな方もね、多いでしょうし、このチャンネルを見ている方の中では、もちろん市民権をね、お持ちの方もいらっしゃると思うので、そのあたりをですね、今日はちょっと比較してね、見たいと思います。で外務省の、最新データによりますと、これね、最新データが2023年の10月1日現在ということになっているので、ちょっとね、1年半ぐらい前のデータになりますけども、今、オーストラリアに住んでいる日本人の数は99,830人と、約10万人ですね。で、アメリカ、中国に次いで、世界で3番目にですね、海外法人の数が多い国だということですね。人気の永住先というか、留学先でもありますし、人気の永住先でもあるということですね。で、その内訳についての資料はないんですけども、いろいろね、あると思いますけども、大体今10万人ぐらいの日本人の方が、オーストラリアに住んでいるということになってます。でね、今回はね、気になっている方も結構いると思うんですけども、永住権と市民権って一体どんな違いがあるのかというのをですね、各々のメリット、デメリットに触れながらですね、ちょっと深掘りしていこうかなと思います。まずですね、永住権と市民権のですね、基本的な違いというところでですね、まず永住権というのは、オーストラリアに無期限で滞在、そして就労ができる権利ということですね。で、無期限とは言いましても、実際にはね、永住権を取ると、5年に1回、リターンビザというのがあってですね、オーストラリアにずっと滞在している分にはいいんですけども、一旦その国外に出る、例えば日本に一時帰国するとなった場合に、その5年に一度ですね、リターンビザというのを取得しなきゃいけないんですね。だから一応無期限で滞在できるんですけども、その際にはですね、そのリターンビザっていうのを取得して、金額を支払ってですね、する必要があるということですね。で、市民権の方なんですけども、こちらはね、オーストラリアの国籍を取得すると。つまり、オーストラリア人になるということなので、一般的なそのオーストラリア人と同じ権利を持つということになりますね。国民としてのね、権利と義務を持つ。シンプルに言うとね、そういう形になりますね。オーストラリアで永住権を取る。そのメリットとデメリットなんですけども、まずメリットはね、先ほども言ったように、無期限で滞在、就労が可能だという点ですね。これが一番大きいですね。やっぱりそのビザによってはですね、週に働ける時間がね、限られていたりしますけども、永住権をね、ひとたび取ってしまえば、そういった制限はなくなるということですね。そして、国民健康保険、メディケアですね。メディケアの加入資格がありますので、例えば医者にかかるにさえ、GP なんかにね、かかる場合に、バルクビリングというですね、無料で、アウトポケットのない、こちらはお金を出さなくてもですね、バルクビリングの場合は診察してくれると。そういったね、メディケアへの加入資格ができるということですね。そして、社会保障制度、センターリンクなどが中心になると思いますけども、による生活補助の受給資格なども得られます。例えば、仕事がなくなってしまってですね、収入がね、途絶えてしまった場合でも、センターリンクでですね、そういった生活補助の受給ができると、申請ができるということですね。そして初めての住宅購入時の助成金の受給資格も得られます。そして10年以上の居住で老齢年金の受給資格も得られる。老齢年金ですから日本でいう年金ですね。この受給資格が得られるということで、ほぼほぼですね、オーストラリア人が持っている権利とほぼほぼ変わらないものがですね、得られるので、これ非常にメリットですね。何よりもですね、無期限で期限を気にせずにですね、住める。そして就労ができるというのは、これかなりね、
精神的にも非常にメリットがありますんでね、これがねやっぱり一番のこの永住権を持つメリットだと思いますね。そしてデメリットですね。デメリットに関しては選挙権、そして非選挙権がないということで、オーストラリア今度ね5月3日に選挙がありますけども、そういった国政選挙というか、連邦選挙には参加ができないと、投票ができないということですね。これは当たり前ですけども、非選挙権もないので、選挙に立候補したりすることもできないということです。そして一部の政府関連職への就業制限があります。ですから、オーストラリア政府関連の職業というのはやっぱりオーストラリア国籍を持つ人にしかなれないということですね。これは国会議員でもそうですけども、二重国籍のままでは国会議員にはなれませんので、実際にね国会議員になる際に宣誓をしますけども、その際にねやっぱりオーストラリアの国旗をですねの前に立ってですね、宣言をするという形になりますけども、これはほぼどこの国でも一緒だと思いますけども、二重国籍のままではできないと。ですからこの一部の政府関連職への就業が制限されるというのがこれデメリット。そして先ほどね説明しましたけど、5年ごとに再入国許可ビザ、リターンビザと言われてますけども、これの更新が必要だということです。で何度も言いますけども、オーストラリアにずっと滞在する、国外に出ないということであれば、この更新は基本的には必要ないです。オーストラリア情報チャンネル。そしてですね、この市民権、オーストラリアのじゃあ市民権を取ると、どんなメリット、どんなデメリットがあるのかということなんですけども、メリットに関してはね、先ほどの永住権のところで説明したですね、デメリットにつながるところなんですけども、まずはね、選挙権、そして、非選挙権が獲得できるという、これがね、かなり非常に大きな部分だと思いますけども、選挙に参加できるということですね。選挙に投票ができると。例えばね、今回の選挙であれば、その労働党が推す政策、そして、コーリション、自由党の保守連合が推す政策、どちらがいいか、どちらが私たちの生活にですね、メリットがあるかっていうのを比較して、それに実際に一票としてですね、参加できるということですね。そして非選挙権。これはね、ほとんどの方にはね、関係ないと思うんですけども、非選挙権があると。選挙に立候補できるということですね。そして、オーストラリアのパスポート取得が可能ということです。永住権の場合は、日本のパスポートをね、持っているわけなんですけども、私もそうですね、日本のパスポートを持っています。ただ、市民権になると、これはオーストラリア人になりますんでね、オーストラリアのパスポート取得が可能ということになります。そして、公務員や例えば国防関連の、政府関連の、職業への就業資格があるということなので、こういったね職業に就きたい方っていうのはやっぱりオーストラリアのね市民権を持ってないと、応募すらできないということなので、その辺はね、これもね非常に大きな部分ですね。そして最後に制限なく自由にオーストラリアを出入国できると。これもね、永住権でもかなりそこは自由なんですけど、先ほど何度も言ってますけど、そのリターンビザ、再入国許可ビザがいるので、それの制限がないですね。それの更新も必要ないですし、そういった形で制限がなく、もう自由に行ったり来たり、国外に行ったり、そしてオーストラリア国内にまた戻ってくることができるということですね。でそしてもう一つですね、ヘックスヘルプというですね、高等教育を受ける、学生が、学費の自己負担分をですね、政府から無利子で、ローンをですね、借りることができるというですね、制度があるんですけども、それはね、このオーストラリアの市民権を持っている、国籍を持っている人たちにしか適用されないので、大学なんかに行く際にですね、今現在ですね、300万人のオーストラリア人がですね、このヘックスヘルプというですね、ローンをですね、使用しているんですけども、卒業後にですね、一定の所得基準を超えた場合に、所得に応じて返済が開始されるということなんですね。言ってみればその所得連動型学生ローンということです。で、条件もね、これいろいろあるんで、その条件について細かくはね、この動画では触れませんけども、国立もしくは州立のその高等機関、大学機関ですね、
であることが条件なので、オーストラリアの場合はね、ほぼほぼ大学っていうのは国立か、州立が多いので、ほとんどの大学はこれに当てはまると思うんですけども、いずれにしてもそのオーストラリア大学のね、教育費ってやっぱり年々上がっているので、このサポートはね、その学生の方、これから大学に入学を考える方にとっては非常にありがたいと思いますね。で、やっぱりね、大学に入るにしても年間かなりのね、費用がかかるので、本当にね、このサポートは本当にありがたいですよね。で、ちょっとニュースをね、紹介しますと、こちらのですね、news.com.au ですけどもね、Game Changer、3 million Aussies better off with massive HEX debt relief, leading accounting firm claims。ということで、こちらはね、2024年の12月の記事ですけども、現在2024年から2025年度のその所得基準を超えたら返済するんですね。超えなければ、返済しなくていいんですけども、その基準額がですね、現在は54,435ドルなんですね、年収が。で、これがですね、2025年から2026年度には、6万7000ドルへと、20% 以上引き上げられる予定だということなので、さらにね、この所得基準レベルが上がるので、これはね、さらにありがたいですね。変更ですね。これによってですね、今現在約300万人のですね、オーストラリアの労働者が、次の会計年度に何らかの軽減措置を受けることになると。そしてですね、もう一点変更されたのが、新たな返済システムの導入、返済額は総所得ではなく、今まではですね、総所得だったんですよね。総所得に対して、いろいろ計算方式があって、それで、じゃああなたは、これぐらい返してくださいっていう計算が出されるんですけども、それが総所得ではなくて、その新しい基準額、6万7000ドルの年収を超えた所得に対してのみ計算されるということなので、ローンの支払い額がね、かなり軽減されると思いますね。で、影響を受ける層としては年間所得が18万ドル未満の労働者、ほとんどの方はこれ当てはまると思うんですけども、その方々がですね、この変更によって有利になるということですね。で、例えばですね、この記事で見ると、具体的な軽減額の例としては、年間所得7万ドルの人は年間1300ドル。8万ドルの人は年間850ドルの返済額が減少すると示していますということで、かなり大きい額ですよね。で、政府のウェブサイトでもですね、年間所得7万ドルの人は約450ドルを返済することになり、1300ドルの減税となる。年間所得8万ドルの人は1950ドルを返済することになり、850ドルの減額となると。具体的に説明していますということですね。この7万ドルと8万ドルで、こう見るとね、かなり返済額が大きく変わるんですけども、一応そういう形でね、具体的な返済例が出てますね。このね、ヘックスが受けられる受けない、例えばね、これは若い方のみではなくて、例えば僕の周りのオーストラリア人でもですね、30代、40代、もしくは50代から大学に通うね、人もいるわけなんですよね。で、そういった方が、一旦例えば仕事を辞めてですね、大学にもう一回入って何かを学んで、それを大学卒業後にですね、新たな就職としてですね、スキルを身につける、知識を得るということで、次の職に生かすということで、一旦その職を辞めてもね、このローンを受けることによって、その大学の授業料だとか、入学費だとかですね、そういったものが一旦免除されるというか、ローンで支払えると。で、その後、収入がね、ある一定の基準に達したら、返済がスタートするということでですね、これはね、その大学に進む、大学に入るときに、例えば経済状況によってですね、いや、私はちょっとやっぱりお金がないんで、大学、こういったことを学びたいんだけど、入ることはできないって言ったら、そういったね、機会を失う人がね、出てこないようなそういった政策になっているので、これはね、非常にですね、ありがたいというか、そういったサポートはね、若者にとっても、全
国民にとってねありがたいサポートだと思いますね。ちょっと長くなりましたけども、その HEX というですね所得連動型のね学生ローンが受けられる、これはね非常にメリットがあると思います。はい、そしてですね今永住権のメリットデメリット、そして市民権のメリットデメリットをですねちょっと簡単に紹介しましたけども、日本人がじゃあ実際にね市民権を取得する、オーストラリアの市民権を取得する、検討するといった時のポイントになるのは、やっぱり日本の法律ではですねこの二重国籍が認められてないんですね。なので、そこが一番のポイントですよね。だから市民権取得というのはその日本の国籍の喪失を伴うことだと、イコールだと考えていいんですが、実際はねじゃあオーストラリアの市民権、国籍を取ったからといってじゃあそれがね例えば日本政府に通達がいって、じゃあ日本政府が自動的にですねこの人はじゃあもうオーストラリアの市民権国籍を取ったので日本の国籍は剥奪しますといったことはですね現段階では見られないということです。ドイツなんかはねその辺はちょっと厳しくて、ドイツの日本人がですね例えばドイツでドイツの国籍を取る、ドイツの市民権を取るとなった場合は日本の政府に通達が行くらしいんですけども、オーストラリアはまだそういったことにはなってないということですね。でこの辺はねやっぱりポイントがあって、これはね各々個人のやっぱり状況によると思いますよね。その将来的な居住地をどうするかとか、その次の住みかをどうするかとか、特に、若い方はね分かんないですけども、その年を重ねれば重ねるほど永住権のままでいいのか、それともその市民権を取った方がいいのかっていうのはその各々のね状況によったりすると思います。例えば日本にまだ家族がいるとかね、親がいるとか、そういった場合はやっぱりもしね何かがあった場合に日本にちょっと長期滞在が必要だとか、そういったこともあって永住権のままで、いた方が今の段階ではいいと判断する人もいますし、もうね、もう次のスイカは、オーストラリアに決めていると。でこちらでもうね、オーストラリアで育った子どもたちもいて、もうオーストラリア人としてですねオーストラリアに貢献して、ここを次の住みかとすると、もうそういったね決めたそういった判断をされた方もいると思うんで、これはねどっちがいい悪いの問題なくて、その時々、将来のことも踏まえてですね、あとは家族の状況なんかも踏まえて判断するポイントなので、この辺はねメリットデメリットをいくら並べたところでじゃあこっちのメリットが多いからこっちにしようっていう簡単なね判断で決められるものではないと、それはね私も同じですけども、その辺はね、個人個人でですね、いろいろまた今後ですね、もし永住者の方が市民権を取得する判断のポイントとなってくると思います。オーストラリア情報チャンネル。結局ねその永住権と市民権っていうといろいろもちろん違いはあるんですけども、選挙権の有無などを除いてはほぼほぼ同じだと、ほとんど違いはないと思っていただいていいと思うんですけども、やっぱりね一番の大きな違いっていうのはその日本人というステータスのままオーストラリアに住んでいるのか、オーストラリアで仕事をしているのか、もしくは日本人からもう本当オーストラリア人になるのか、ここがね一番の違いだと思うんですよね。で何度も言いますけど、これに関してどちらがいい悪いというですね単純な問題ではないので、個人個人のね現在の状況、将来の状況、家族の状況などによって、市民権を取るべきか、そして永住権のままでいいのかというのをですね、判断すればいいと思います。実際ね、日本はまだまだその二重国籍が認められてないので、市民権を取得するイコール、日本国籍から離脱する、一応そういうことになってますんでね、慎重に考えるね必要はありますね。まとめますとね、その永住権を取得する、永住権のままでいる、そして市民権を取得する、メリットデメリットはもちろんあるんですけども、そういった表面的なことはさておいて、最後はねやっぱり結局気持ちの問題だと
いうことになると思いますね。なので、このチャンネルをね、ご覧にいただいている方も永住権をお持ちの方もいれば市民権を取得されている方もいらっしゃると思うので、そのあたりはね、どういったポイントで判断されたかとかですね、いや私はしばらくは永住権のままでいると判断されているのか、そういったことをねぜひねコメントでシェアしていただくとありがたいと思っております。ということで今日はですね、いつものですね最新ニュースをですね、お届けする内容ではなくてですね、オーストラリアの永住権、そして市民権の違いですね、そしてメリットデメリット、そういったことをね比較しながらちょっと深掘りしてみました。ということでですね、たまにはねこういった感じの動画もですね、作っていきたいなと思っておりますので、ぜひですね気になる方はですねチャンネル登録の方をお願いいたします。ということでね最後までご視聴いただきありがとうございます。それではですねまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。